はい、こんにちは。MD ジャックです。愛です。耳の妖精、ミミです。はい、今回のレビューは、サウンドピーツ H3-1DD プラス 2BA のハイブリッド TWS です。久しぶりにサウンドピーツさんから依頼あったんだね。忘れられてると思ってたよ。そうね。H1、H2 と H シリーズは結構好きな音だったんで、今回も期待してるわ。フラッグシップモデルのようだし、待つ問題はないでしょうね。TWS は機能面を含めチェック項目がかなりあるけど、このチャンネルでは音質中心に触れてみようと思う。スペックは Web 見ればわかるからね。でも、少しは触れるんでしょ？まあね。まず、充電ケースと本体外観で気づいたことから。本体はそれなりに厚みがあるんだよな。最近、カプセル3 Pro プラスを通勤時に毎日使っていたので、H3 でっかいなぁ、というのが最初の感想。なので、軸の短めのイヤーチップの方が装着感は良かった。厚みはちょっと気になるところですが、有線タイプのデザインにしたことで、内部の配置に無理がなさそうです。3ドライバーですし、その分音質に期待できますよね。実際音質良かったし、充電ケースは軸が長い、あるいはサイズが大きいイヤーチップでも問題なく収納できるのが良かった。ちょっと大きめだけど、丸っこい割に自立できる点もいいわ。外で6時間ぐらい使ってみたけど、ノイキャン、パススルーなど、機能面で弱いとか、気になるということはなかったんで、自分に合うイヤーチップをしっかり選んで、密閉度を上げる方が大事かも。専用アプリ、ピーツオーディオで、ノイキャン、パススルーの細かい設定も OK。個人的には、スマホとタブレットを外で常用するんで、マルチポイント接続は必須。設定は簡単。ただ、マルチポイント接続時、LDAC はキャンセルされ、スマホが aptX アダプティブ接続になってた。カプセル3 Pro プラスの時は SBC だったから、アップデートされてる。チップが 9cc3091 だからね。レイテンシーはほとんど気にならなかったでしょ？もちろん、強風の日だったから、さすがに風切り音は拾ってたけど、マイク搭載している以上仕方ないかな。ノーマルモードにして軽減した。接続は安定してたな。満員電車内で時々不安定になる程度、許容範囲内。使ってみて、本体の厚み以外気になる点はなかった。価格は1万円台中盤。フラッグシップモデルだからね。サウンドピーツさんのモデルとしては高めですけど、TWS 業界全体で見れば高くないですよね。2年ぐらいでバッテリーが下手って買い替えると想定して、約1万6000円のモデルを24ヶ月使うわけだから、月670円ぐらいのサブスクみたいな感覚って考えると高くない気がする。さて、次はドライバーだね。DD は 12mm 1機、低域から中低域担当。少し大きめなの積んでる。それから BA が2機、中高域から高域担当という割り振り。まあ、順当な割り振りだよね。波形はこんな感じ。ノイキャンオフの場合でイヤーチップ3種を比較。本体の厚みを考慮すると、イヤーチップは軸が短い方が良さそうなので、今回はローズテクニクスサウンドコクーンを基準にしてみた。ああ、液体シリコンで広域が結構出るやつね。そう。次はノイキャンオフとオンの比較。ノイキャンオンで低域が少し持ち上がってレベルもちょっとだけ上がる。あと、この帯域がちょっと沈み、こっちが少し上がっているようですね。でもこのぐらいならオフとオンでの変化は少ない方かなと思う。今回の比較モデルはカプセル3 Pro プラスとオペラ05にしてみた。サウンドピーツさんで揃えたんですね。音調整の基準を H3 にして収録したんで、まずは聞いてみよう。はい。ではサウンドチェックいきましょう。音量上がります。
チェックでした。H3 は低域が結構どっしりしてますね。そうだね。音調整の基準が H3 なんで、チューニングの差分が大きく影響する分、他にモデルの音が派手めに感じたでしょ？オペラ05の広域が結構鋭かったね。そう、実機はここまでじゃないけど、傾向としては合ってるよ。H3 の実機を聞いてまず思ったのが、音が太くて厚みがあるってことで、低域から中域のカーブ、そして他にモデルと比較するとそれがよくわかるでしょ？わかる。でも洋管だけでモワモワしてるわけでもないよね。DD のサイズが少し大きめの 12mm だから余裕持って低域出せてるってことなのかな。だろうね。他の帯域への影響、被る感じは多少ある。重低音はしっかりしてるんで別レイヤーで鳴ってる感じはするけど、ノイキャン音だとノーマルモードより低域が持ち上がるから EQ で少し落とした方が他の帯域への影響を含めすっきりすると思う。少し落とすだけでいいの？そう、これで聞こえ方変わる。それと中高域がちょっと沈んでいてボーカルが少し控えめに聞こえたんで持ち上げたんですね。そう、個人的にはこのバランスの方がいいと感じる。ただ専用アプリのカスタム EQ だと影響範囲が割と大きいのね。理想は右のグラフのようにピンポイントで持ち上げたかったんでパラメトリック EQ も使ってみた。専用アプリの EQ では作り込むには物足りないということですか？そうだね。専用アプリの EQ にパラメトリック EQ が採用されれば嬉しいな。まとめると H3 は比較した2モデルに比べ低重心のバランス、中域もあまり絞らず厚みのある豊かなサウンドで優先モデルっぽいチューニングの傾向がいい。中高域は少し物足りないので好みによるけど EQ 補正で少し持ち上げたい。高域は低域とのバランスを考慮するともう少し出てくれると嬉しい。カスタム EQ の他の部分もちょっと持ち上げると結構すっきり抜けてきて、当面こんなセッティングで落ち着いた。これで中高域以上の大域の見通しが良くなり、低位感、空間の雰囲気もいい感じに変化。バスドラのアタックも固めになってスピード感出てきたな。シンバルの存在感も前に出てきて、ハイハットの刻みもペダルのオープンクローズの感じもしっかり聞き取れる。はい、だいぶいい感じに変わりましたね。専用アプリのカスタム EQ でも満足できるじゃないですか。そうだね。厳密に作り込もうとしなければ結構いける。基本となるチューニングにあまり癖がないってこともあるね。歌物とインストでもセッティングは変えたいんで、いくつか自分でセットして保存しておこう。ただ、オペラ05のような広域型のチューニングが好きな人には H3 のチューニングは合わないだろうから注意が必要だね。そうですね。だいぶ傾向が違いますから。でも愛は補正後の H3 の感じ好きなので買おうと思います。はい。ということで、サウンドピーツのフラッグシップモデル 1DD プラス 2BA のハイブリッド TWS H3 のレビューでした。じゃあ、また次の動画で会おうね。バイバイ。ご視聴ありがとうございました。MD ジャックチャンネルはイヤホンレビューを音と波形た言葉で表現します。チャンネル登録お願いします。